Life is Gamble 人生春ポーカーです。はい、ということでね、本日の企画、ポーカープロにラスベガスで100万円渡したら何日で200万円にできるの2日目ってことなんですけどもね、1日目の動画はこちらなんでね、こちらの動画を見た後にこの動画にカムバックアゲインチャッピンポー。今回の企画はプロポーカープレイヤーに100万円渡すと何日で200万円に増やすことができるのかというタイムアタック形式の検証動画である。これだけではシンプルすぎてつまらないので、カメラマンから春ポーカーを追い詰める設定が設けられた。それは1日のポーカー稼働が終了した直後、サイドギャンブルに2000ドルをかけなければいけないというものだ。このサイドギャンブルの収支も全体収支に含まれるため、かなり過酷でクレイジーな挑戦となっている。しかしながら1日目を終えた春ポーカーはポーカーで1000ドル勝ち、サイドギャンブルでも見事勝利を収め、合計3000ドルを増やすことに成功している。このまま勢いを止めず疾風のごとく100万円を200万円まで増やせるのか。100万円達成まで残り4500ドルということでね、本日でもね全然狙っていける金額かなっていう風に思ってます。5点以上がねベラージオ、ウィン、アリアであるんですけども、その中で春ポーカーはね一番アリアがやりやすいなっていう風に思ってるので、本日もアリアで実践していこうと思います。本日で達成できたら日給50万円の男なんでめっちゃ頑張りたいと思います。ということでハイレートポーカー実践やっていくということで始まりましたポーカープロが100万円増やすまでに何日かかるのか企画2日目。本日もアリアのハイレートテーブル510に座っています。というところでファーストハンドはこいつだ。クイーンズ SB から UTG のプレイヤーがすでにレイズ30ドルを行っている状態です。それに対してプラス1のプレイヤーがコールを選択。さらにここでカットオフのプレイヤーもコールを選択しました。春ポーカー自身 SB とポジションも悪いですし、もちろん3ベットを打っていきたいと思います。ついてこられている方が多いこともありますし、今回は大きめにリレイズ200ドルを打っていきました。3人ついてきているので、まあスチールでもいいですし、1人2人ついてこられてもいいかなと思い、このサイズを選択。この3ベットに対して UTG のプレイヤーはどうするか。ここで UTG のプレイヤーは4ベット500ドルを選択。これは少し難しい状況となりました。 UTG のオープンのハンドレンジは強いことが多いですし、春ポーカーの3ベットに対しての4ベットということもあるので、相手のハンドはジャックス以下はほぼほぼない、エースキングかエーシーズキングスあたりかなと春ポーカー読んでいました。そして UTG のオープンに対してコールされていたプラス1のプレイヤーがまさかのここで長考に入られるので早送りにさせていただきます。本来なら春ポーカーの強いアクションに対して UTG のプレイヤーがさらに強いアクションを返しているので、コールされているプレイヤーはほぼほぼ降りるかなと思っていましたが、ここでなんとまさかの5ベット1700ドルが飛んできました。まさかのプラス1から5ベット、これは一体どういうことなんやと困惑する春ポーカー。クイーンズはプリフロップの中でも3番目に強いハンドです。エースキングに対しても勝率は勝っている。このプリフロップで変則的かつ強いアクションが行われている中で、春ポーカーのこのクイーンズ勝機があるかと考えています。 UTG のプレイヤーに4ベットを返された状態では、春ポーカー自身はオールインを返すかもしくはフォールドするかで悩んでいました。ですがプラス1のこの謎の動き、さらにプラス1のプレイヤーがディープということもあったので、ここは慎重に考えないとなというふうに思っていました。プラス1のプレイヤーは3000以上のスタックがあり、春ポーカーも3000ドルほど持っています。ジャックス以下のポケットペアでプラス1のような謎の動きをするプレイヤーはかなり少ないと思いますし、最低でもエースキングぐらいしか出てこないと思います。またラスベガスでのライブあるあるかもしれませんが、 UTG 周りでのこのような謎な動き、 ACs を持っていることが結構多いです。幸いにも春ポーカーポットにまだチップを200ドルしか入れていません。プリフロップでクイーンズ十分にオールインしてもいい強いハンドですが、ここは結構悩んだ春ポーカーですが、ここでリスクを冒す必要はないでしょうということでフォールドを選択。すると UTG のプレイヤーがここでオールインを選択。 UTG とプラス1のプレイヤーでヘッズアップでオールイン対決となりました。オールイン対決となったのでお互いのハンドが開かれると思います。ここで答え合わせができるなと思う春ポーカー。フロップに落ちたのは10点デュースの2クラブ、ターンには6ダイヤ、リバーには5クラブが落ちました。というわけで2人のハンドはまさかの両方エーシーズ。春ポーカーナイスフォールド。天才です。というわけで春ポーカープラス1のプレイヤーの謎な動きでクイーンズをなんとかナイスフォールドすることに成功。というわけでプラス1のおかげで割と折りやすい状況にはなったかなとは思いますが、横のお兄さんも褒めてくれました。めちゃくちゃ焦って撮ったんですが、一応2人ともエーシーズだったところを春ポーカーの iPhone で捉えることができたので動画にしておきます。ここでリバーの5クラブが開かれ、 UTG のプレイヤーはエーシーズ、 UTG プラス1のプレイヤーもエーシーズです。手ぶれがめっちゃあってすいませんが、これはさすがにヤバすぎー。
ことでワンハンド目から紙フォールドを見せつけた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。シコットケスーツ UTG から。普段なら UTG からこのハンドは捨てることの方が多いですが、現在6人テーブルということもありますし、テーブル自体が現状パッシブだったということもあったので、春ポーカーはレイズ30ドルを選択。それに対してカットオフのプレイヤーがコールを選択、ボタンのプレイヤーもコールを選択されました。こうなるとオッズが合うので BB のプレイヤーもコールされるかなと思いましたが、 SBBB のプレイヤーはフォールドを選択、3ウェイでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはエースクイーン10の2ハートのボード。春ポーカー自身シコシコスーツと完全に滑っているボードではありますが、エースクイーン10はオリジナルに有利なボードではあります。一応バックドアでフラッシュドローもついているので、ここは一発 CB を打とうかなというふうに思いました。というところで春ポーカーは105ドルのポットに対してベッド40ドルを選択。この CB に対してカットオフのプレイヤーはコールを選択、ボタンのプレイヤーもコールされました。3ウェイのままでターンに向かいます。ターンに落ちたのは8のクラブ。春ポーカーはターンでドローが伸びてフラッシュドローがついた形となりました。依然としてオリジナルに有利なボードではあると思いますし、もし春ポーカーがこの時点で本物を持っていた際にもドローと混ぜてカツンと大きめのベッドを打つと思います。そこら辺の強めのハンドと混ぜて今回はドローで大きめに打とうかなと考えていました。現在ポットは225ドル。どれぐらい打てばいいんや。グラフ1億。それは打ちすぎ春ポーカーはお手頃サイズのポットちょっとオーバーのベッド250ドルを選択。バックドアでのフラッシュドローということもあるので、もし引けた際にも気づかれにくいかなという風に思っていました。というところで春ポーカーのポットオーバーに対してカットオフ、そしてボタンのプレイヤーまでフォールドを選択。ポットありがたーくいただきまこのターンでのベッドサイズでクイーンヒット以下はかなりの頻度で降りてくれると思いますし、本物を持っていた際にもこのようなベッドサイズを使うことはあるので、そこら辺と混ぜたいいプレーができたかなという風に思っています。いいぞ、そのままかませ春ポーカーで100万円増やせ企画2日目、幸先はまずまずの春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースジャックスーツミドルポジションから。春ポーカーはシンプルに 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。このオープンに対してハイジャック、そしてカットオフのプレイヤーがフォールドを選択。ボタンのプレイヤーがここで3ベッド100ドルを選択してきました。この3ベッドに対して春ポーカーはコールをするのかライト4ベッドを打つのか。エースジャックスーツは十分強いのでライト4でブラフに回すのは少しもったいないかなと思い、今回はシンプルにコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのはエース65の2クラブのボード。このボードに対して春ポーカーはシンプルにチェックを選択。まず CB が飛んでくるようなボードかなという風に思っていました。すると相手からここでコンティネーションベッド100ドルが飛んできました。エースハイボードということもあるので、相手はポケットペアだったりハイカードでもこのようなベッドを使ってくることはあると思います。レイズを返すのも微妙なので今回はコールを選択。ターンに落ちたのは5のクラブ。これは少し嬉しくないカードが落ちてしまいました。春ポーカーはもちろんここでドンクベットをするわけはなく、チェックを選択しようと思っています。少し悩むふりをしてここで春ポーカーはチェックを選択。相手の動きを待っていきたいと思います。相手は分かりやすいおじさんプレイヤーだったため、ここで大きく打たれたらきついなと思っていましたが、ここで相手が選んだサイズはベッド370ドル。現在ポット額が415ドルなのでポットパツパツに打ってきました。相手がプロっぽいプレイヤーならキングハイのキングクラブ1枚でこのような大きなベッドを選択することもあると思いますが、春ポーカーが今回対戦していたこのボタンの相手、さらにこのボードにおいてこの大きいベッドはかなりバリューに寄っているんじゃないかなと春ポーカーは思っていました。そうは言っても春ポーカーが持っているのはエースジャック、ターン一発コールすることも可能ですが、ポジションも奪われているこの状況でリバーでジャックもしくはエースぐらいが落ちないと、打たれたらほぼほぼフォールドしないといけない状況に追い込まれるだろうなと思ってしまいました。この相手に対して無理して戦う場所ではないなと思い、春ポーカーはここでフォールドを選択。フラッシュなどこの状況で持っていたらエースは格好のバリューターゲットです。フロップコールしたことによって相手がこちら側がエースを持っていることも十分察知できると思います。相手から見た春ポーカーのハンドレンジを考えても今回はフォールドした方がいいんじゃないかなと思いました。いいぞ、リスクヘッジしながらも取れる時に取り切れ春ポーカー。テーブル状況なら51020にレートが上がってほしいなと思っている春ポーカーですが、現在も510の状態でこのハンドキングス UTG から。春ポーカーはシンプルに 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。ぜひとも3ベッドなどを食らいたいところというところで UTG プラス1のプレイヤーが春ポーカーのオープンに対してコールを選択。さらにカットオフのプレイヤーがここでコールを選択。続けてここでボタンのプレイヤーもコールを選択。さらに SB も BB もコールって、お前らどんだけついてくるんというわけでまさかの6ウェイでフロップに参ります。
フロップに落ちたのはクイーン93の2クラブのボード。このボードに対して SB のプレイヤー、そして BB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。マルチウェイポットにおけるこのキングス、十分に気をつけていかないとなとは思っていましたが、現状クイーンハイのこのボードで CB を打たないとターン以降では余計にバリューかブラフかわからないベッドになりがちなので、フロップから小さめでもいいので打っていこうかなという風に思いました。小さめに打てばうぞうむぞうのハンドは降りてくれると思ったので、今回は春ポーカー180ドルのポットに対して60ドルの小さな CB を打っていきました。少しでも打つことで相手のハンドを絞らないと10や1やで何が何だかわからない状況になるなと思っていました。というところでこのベッドに対して UTG プラス1のプレイヤーがコールを選択、カットオフのプレイヤーはフォールドを選択されました。できれば 3way ぐらいには人数を減らしたいなと思っていましたが、ここでボタンのプレイヤーがコールを選択。 SBBB のプレイヤーがどうするか。この CB に対してはペア系は大体降りないかなという風に思っていましたが、 SB のプレイヤーがここでチェックレイズ320ドルを選択されました。マルチウェイでのこのチェックレイズ、なかなかしびれるな。さてさてさて、ブラフかバリューか。マルチウェイに対してのチェックレイズなのでエアーブラフということは考えていませんでしたが、フラッシュドローだったり10ジャックのドローでレイズを返している可能性はあります。またこの SB のプレイヤーの特徴としてフラドロなどでもレイズを返す人ですし、強いハンドを持っている時にはちゃんと3ベッドを返すようなプレイヤーでした。そうなると SB のバリューハンドは3ポケかクイーン9ぐらいしか思いつかなかったので、春ポーカー自身キングスでクラブも抑えていない状況なので、今回はコールを選択。 UTG のプレイヤーはこのチェックレイズに対してフォールドを選択。ボタンのプレイヤーもフォールドされました。ほんまに次のカードクラブだけは落とすなよと思いつつ、ポジションがいい状況でターンに向かいます。ターンに落ちたのは5のハート。とりあえず10ジャックがストレートを引いていたりフラッシュドローが完成していないボードで良かったなと思う春ポーカー。かなりポラライズされた状況だなと理解した上で相手のアクションを待っていきます。ここで SB のプレイヤーはベッド500ドルを選択。ここで相手のバックスタックを確認したところ、残り1300ドルぐらいということが分かりました。先ほども言った通り SB のプレイヤーは強いハンドをしっかりと3ベッドに回すタイプのプレイヤーなので、ナインズだったりクイーンズはありえないと思います。そうなるとバリューハンドは3ポケかクイーン9ぐらいなので、それよりもフラドロなどのコンボ数の方が多いと思います。相手がドローの場合、この500ドルにコールしてしまうと安くでリバーを見せてしまう形になります。ドローに対してマックスバリューを取るならここでベッドを跳ね返す。仁義解放フルカウンタ春ポーカーは500ドルのベッドに対してここでレイズ2000ドルを選択。相手のスタックが残り1300ドルほどなので、これはオールイン要求となります。ここでスナップコールが入らないことに少し安心する春ポーカーですが、2000ドルのレイズを確認した上でここで相手は1800ドルのオールインを選択しました。現在ポット額は4580ドル、かなり大きいポットになりました。ワンスオアトワイス、1回か2回勝負と相手に聞かれたので、今回は分散を避けるために2回勝負にしました。というところでリバーは9のハートと8のダイヤ、相手のハンドはエース4スーツでした。相手は春ポーカーの読み通りフラドロでレイズをかましてきていたようです。酒の味がわからん奴らがこのポットを取る資格はねえ。ということで春ポーカーリバーでのオールイン2回勝負にどちらも勝ち、ここで日本円にしておよそ68万円のポットを獲得。収支もいきなり大きくプラスに転じる形となりました。ナイス春ポーカー。というわけでこの日もしっかりとプラス収支を作れている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースジャックオフスーツ SB から。この日もテーブルにいるプロの割合がかなり少なかったので、春ポーカー自身のびのびとアグレッシブにプレイしています。というところでここでカットオフのプレイヤーがレイズ30ドルを選択。コールをしても3ベットをしてもいいとは思いますが、ボタン周りからのオープンということでハンドレンジも緩めかなと思い、今回は3ベットを選択していきました。カットオフの 3BB オープンに対して春ポーカーは4倍レイズの120ドルを選択。それに対してカットオフのプレイヤーはコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのは99デュースのレインボーボード。まずは春ポーカーエースジャックハイでもまだショーダウンバリューはあるかなと思いチェックを選択。シンプルにショーダウンを目指してもいいですし、途中でブラフ転換するのもありだなと思っていました。というところでカットオフのプレイヤーがこのチェックに対してベッド70ドルを選択。もちろん相手にキングハイだったりクイーンハイの可能性もあるのでコール選択でもいいんですが、春ポーカー自身このボードにおいてハイポケットを持っている時にフロップでまずチェックを選択する時も十分にあり得ると思います。そこら辺のハンドと混ぜてここは分かりやすくブラフレイズを仕掛けていってもいいかなと思いました。相手の特徴的にもタフコールをバンバンするようなプレイヤーではなく、
割と素直なアクションをするプレイヤーだったため、このプレイヤーに対してはチェックレイズの方が有効かなという風に思っていました。その中でシュンポーカーは AC ズやジャックスを持っていた時のチェックレイズサイズを考えています。相手が行ってきた安めのベッド70ドルに対していかにもバリューそうなチェックレイズ220ドルを返していきました。これにコールされた場合、相手はポケットペアを持っていることが濃厚となるので、その場合はエースとジャックがアウツになるかなと考えていました。ですが相手はこのフロップにおいてフォールドを選択。シュンポーカーはハイポケットと混ぜてこのエースジャックハイをうまくブラフに転換しました。ショーダウンも目指しつつブラフ転換もできるこの動き、ナイスシュンポーカー。というわけでこの日もプレーがキレキレなシュンポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エースキングオフスーツ。ボタンから UTG のプレイヤーがレイズ30ドルを選択している状態となります。それに対してシュンポーカーは3ベッド100ドルを選択。この日はハンドもそれなりに入っているので、どんどんとスタックを増やしていきたいなという風に思っていました。というところでシュンポーカーの3ベッドに対して UTG のプレイヤーがコールを選択。フロップに落ちたのは激アツのエースキング5 2ダイヤのボード。シュンポーカーはトップ2ペアを完成。このボードに対して UTG のプレイヤーはチェックを選択。このボードは3ベッター側にかなり有利なボードなので、本物を持っていようとも持っていまいともかなりの頻度で CB を打っていくボードかなという風に思います。シュンポーカー自身フラッシュドローのブロッカーも持っているので、今回は安めのベッド60ドルを選択。シュンポーカーのベッドに対して UTG のプレイヤーはコールを選択。ターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのは8のハート。フラッシュドローのブロッカーも持っているので、そこまでフラッシュは怖くありませんでしたが、とりあえずダイヤが落ちなくて安心するシュンポーカー。このボードに対しても UTG のプレイヤーはチェックを選択。ターンでダブルフラッシュドローボードとなりましたが、シュンポーカーはエースハートもキングダイヤも抑えている状況なので、2ペアの中ではこの上ない状況だと言えます。ターンでもシュンポーカーはしっかりとバリューベッドを打とうと思っていました。ドローを持っている時にも打てるサイズをシュンポーカーはベットしていこうと思います。現在ポットは335ドル。そのポットに対してシュンポーカーはベッド250ドルを選択。シンプルなエースヒットなどもコールしやすいサイズを選んでいきました。フラッシュドローなどが多く見えるボードなので、相手がもしもキングヒットなどでもワンチャンついてきてくれる可能性もあるとは思っています。ですがシュンポーカーエースキングを抑えているため、どちらのペアにコールされてもめちゃくちゃ嬉しいです。というところで UTG のプレイヤーはこのベッドに対してコールを選択。かなりいい状況でリバーに向かいます。リバーに落ちたのは9のハート。ランナーでフラッシュが完成してしまっているボードではありますが、シュンポーカー自身エースハートを抑えているので、そこまで怖くはないかなと思っていました。というところで UTG のプレイヤーは少し考えてチェックを選択。この状況ではリバーでもバリューベッドが打っていけそうだなと思っていました。シュンポーカーが負けているセットはターンまでにレイズを返していそうですし、この状況でこのエースキングはめちゃくちゃ強い。さらなる高みへ。俺は上に行くよ。シュンポーカーはさらに掛け金を上げていく。835ドルのポットに対してベッド500ドルを選択。すると UTG のプレイヤーはシュンポーカーのベッドに対して少し考えられるので早送りにさせていただきます。頼む、フラッシュドロー滑りやと思ってコールしてくれ。すると相手はここでコールをするのではなく、まさかのオールインを選択。シュンポーカーはスナップでコール。すると相手のハンドはまさかのジャックインハートハート。だな。相手はまさかのランナーでフラッシュを完成させていました。フロップからガットショットがついていたこともありますし、相手自身もしょうがない動きではあると思います。ですがシュンポーカーもエースハートを抑えている以上、リバーでの1300ドルのオールインに対しては降りることはできませんでした。きついバットビートですが、これはしょうがない。次で取り返せシュンポーカー。というわけでエースキングオフツーツで厳しめの展開を食らわされたシュンポーカー。続いてのハンドはこいつだ。テンパチオフツーツ。ボタンからシュンポーカーまでにオープンが入っていればこのハンドをフォールドしようと思っていましたが、ハイジャックカットオフのプレイヤーまで降りたので、シュンポーカーは 3BB オープンのレイズ30ドルを選択。このシュンポーカーのオープンに対して SB のプレイヤーはフォールドを選択。 BB のプレイヤーはコールされました。 BB とヘッズアップでテンパチオフスーツ十分戦えると思います。というわけでヘッズアップでフロップに参ります。フロップは1093の2スペードのボード。シュンポーカーは見事トップヒットを完成。このボードに対して BB のプレイヤーがチェックを選択。それに対してシュンポーカーは30ドルのコンテネーションベッドを打っていきました。シュンポーカー自身結構アグレッシブに戦っていたので CB は結構多いプレイヤーだなと思われていたと思います。そのせいなのかここで BB からチェックレイズ120ドルが飛んできました。シュンポーカー自身トップヒットと8のキッカーを持っているのでバックドアでストレートドローもあります。相手がフラッシュドローだったりストレートドローでブラフレイズをかましている可能性もあるので、もちろんこのレイズに
に対しては降りる選択肢はありません。春ポーカーはコールを選択。ターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのは7のハート。春ポーカーはトップヒットに加えてオープンエンドストレートドローまでできました。フロップからチェックレイズという強いアクションを取られているので、ターンももう一発コールできるボードが落ちてくれたらなと思っていましたが、まさにそのボードが落ちてくれたので春ポーカー良かったなと思っています。春ポーカーの方がポジションがいいこともありますし、結構高めのベッドにもターンは降りれないなと思っていました。するとポットパツパツのベッド300ドルが飛んできました。 BB のディフェンスレンジ的にバリューハンドで言うと3ポケ10ナインなどがあると思いますが、春ポーカー自身10を抑えています。逆にドローハンドとなり得るフラッシュドローのハートやスペードを抑えていないため、これは十分にブラフキャッチハンドに向いているなと思っていました。オープンエンドもついているのでここはコールできるなと思い、春ポーカーは300ドルのポットベッドに対してコールを選択。リバーに落ちたのは2のハート。もしも相手がハート2枚を抑えていたとしたらバックドアでフラッシュが完成しているボードですが、フロップからチェックレイズを返されているのでバックドアフラッシュドローはそこまで怖くないかなと思う春ポーカー。もしブラフしてるんやとしたらリバーはさすがに諦めてくれと思っていると、ここで相手プレイヤーはチェックを選択。もちろん春ポーカーここでベットしてもバリューが取れるところはないと思うのでチェックバックしようと思っていますが、一応ブラフに回した方がいいのかなというところも考えています。ですがさすがにもったいないというところでチェックバック。相手のハンドは78オフスーツでした。ということで相手プレイヤーはフロップオープンエンドでチェックレイズ。ターン引けてない状態ではありますがポットベッドを打ってきたようです。フロップターンと相手にブラフレンジが多くあることを察知し、冷静にブラフキャッチコールを選択できました。ナイス春ポーカー。稼働も終盤戦順調にスタックを増やせている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングとキングでお金玉でかく折らしちゃいますか。すでにハイジャックのプレイヤーからレイズ30ドルを食らっている状態となります。春ポーカーボタンからこのキングスかなり気分が良くて睾丸でかくなっちょりやす。というわけでハイジャックの30ドルのレイズに対して春ポーカーは3ベッド100ドルを選択。このハイジャックのプレイヤーはアリアの510でもよく見るレギュラーのプレイヤーですが、本日は立て続けに大きなポットを失ってかなりティルト状態に入っているなぁと春ポーカー読んでいました。普段あまりしないようなプレーを連発していて、春ポーカーも前半にエース 4vs キングスでかなり大きめのポットをいただいたプレイヤーです。レギュラーでもティルトした状態ではプレーが悪くなる、この人と絡みたいなと思っていると、ここで4ベッド370ドルが飛んできました。来たよ来たよ来たよ、荒れてる荒れてる。この状態では完全に入れ食い状態です。現状ポットを失いすぎて普段の冷静な判断ができていない相手にはさらに冷静な判断ができないような状況に持っていくのがベストです。残酷ではありますが相手の心理状態を読んでさらに相手をティルトさせるのもプロの技です。というわけでこのティルトしたハイジャックのプレイヤー、現状プリフロップで降りることはもうできないようなティルト状態だと思ったので、春ポーカーはさらなるリレイズ5ベッド900ドルを選択。さあ来い、エースキングエースクイーンとかでもう突っ込んでこい。相手のやんちゃ心をくすぐるようなこの安めの5ベッド、イラついてジャックスとかでオールイン入れてきてもいいんやぞ。相手プレイヤーは春ポーカーの5ベッドに対して少し悩んでここでコールを選択。現状でもポットはすでに1815ドルというところでヘッズアップでフロップに参ります。フロップは激アツのセットが完成した。勝ちに行くぞ。春ポーカーフロップで激アツのミドルセット完成。このボードに対してハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。エースハイボードでキングスセット、かなり激アツな状態ではありますが相手のスタック的にも2000ドルほどしか残っていないのでターンリバーでも十分に入れ切れるスタックサイズかなと思い、フロップではスロープレイしてもいいかなと思いチェックバックを選択。ターンに落ちたのは10のダイヤ。相手がティルト状態に入っていることもあるのでナッシングでもターンでベッドを誘えるかなとも思いました。ターンでもし相手からベッドをもらえた場合は春ポーカーオールインを返そうと思っています。フロップ時点ではかなりドライだったボードですがターンで10のダイヤが落ちたことによって結構怖いボードになってきています。というところで相手からぜひともベッドをもらいたかった春ポーカーですが相手はターンに対してチェックを選択。ターンからはさすがに打ち出していこうかなっていう風に思います。エースクイーンだったりエースジャックなどが2回チェックしている可能性もありますし、そこら辺のハンドからバリューを取れたらなという風に思っています。またジャックやクイーンがリバーで落ちてしまうと1枚ストレートの状況になるのでそうなったらだるい。その状況を避けるためにもターンの強い状況で相手からバリューを引き出していきたいと思います。春ポーカーは1815ドルのポットに対して安めの600ドルのベッドを選択。相手はこの春ポーカーのベッドに対して長考に入られるので早送りにさせていただきます。頼む、相手がここコールしてくれた。リバーでしっかりとオールインできるポットサイズを作り上げることができる。さあ完全ティルト状態入ってコールしてくれ、頼む。そう思っていましたがハイジャックのプレイヤーはリバーを見せてと言いつつフォールドを選択。リバーはジャックのクラブでした。
生きてるやつが勝ちなんだ。コスプレ全部で100万だ。生きてるやつが勝ちなんだ。人生は苦痛ですか。成功がということで春ポーカーターンのベッドでコールをもらうことはできなかったものの、激アツのキングスセットで1815ドルのポットを獲得、さらには春ポーカーのコスプレコレクションまで披露することができました。コスプレだけでリアルに100万円かかってます。マジで誰か助けてくれ。というわけでこの日もポーカー稼働10時間ぐらい経過しようというところで、このハンドクイーンズハイジャックから春ポーカーの右隣のプレイヤーまでフォールドされたので、シンプルにオープンしていきたいと思います。選んだサイズは 3BB オープンのレイズ30ドル、それに対してボタンのプレイヤーがコールを選択。稼働時間も結構経っていたので、このクイーンズを締めにそろそろ稼働を終了しようかなと思っていました。というところで SBBB のプレイヤーもコールを選択。4ウェイでフロップに参ります。フロップはキングクイーンデュースの2クラブのボード。春ポーカーは激アツのフロップセットを引きました。というところで SBBB のプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカーは120ドルのポットに対して3分の1のベッド40ドルを選択。この CB に対してボタン、そして SB のプレイヤーがフォールドを選択。 BB のプレイヤーはコールを選択。ターンは奇跡のクワッズ完成。相手プレイヤーはこのボードに対してチェックを選択。春ポーカーターンでもベットをしていこうと思います。春ポーカーはターンのクイーンハートによってほぼほぼ負ける可能性がなくなったので、ターンでは安めにベットすることでフラドロにもついてこさせるようなベット額を選んでいこうと思いました。現状200ドルのポットに対してハーフベットちょい下の90ドルのベットを選択していきました。フロップで春ポーカーのベットに対して相手はコールしているので、キングもしくはフラッシュドローでついてきているのかなと思っていました。そのどちらかなら両方コールしてくれそうなベッドサイズです。できればフラッシュドローにコールしてもらってリバーでフラッシュを引いてほしい、そんなことを考えていると、まさかの相手からチェックレイズ300ドルが飛んできました。春ポーカーがクイーンを2枚押さえている状況でここでのチェックレイズ、おそらく相手はフラッシュドローを持っているのか、キングではなかなかチェックレイズを返しにくいとは思うので、ここでさらに春ポーカー安めのレイズを返してフラッシュドローについてこさせる作戦もありだと思いました。ですが変なハンドでもブラフしている場合、リバーでも継続してブラフベッドを引き出すことができるかも、そう思い春ポーカーはコールを選択。リバーに落ちたのは2のスペード。相手クイーン主張でリバーでもベットしてこい。春ポーカーがクイーン2枚とも抑えてるけどな。春ポーカーがクイーンズを持っている状況でターンでの相手のチェックレイズ、相手はフラッシュドローを持っていることが多いかなと思っていたので、リバーではぜひともクラブが落ちてほしかったなと思っていましたが、そこまでうまくはいきません。相手はこのリバーカードに対してチェックを選択。おそらくドローが滑ってしまったのかなと思う春ポーカーですが、ナッツを持っている状況なのでリバーではバリューベットを打っていこうと思います。割と弱いところのチンバリューも含め、相手からのブラフを誘うためにもここは小さめのベッド250ドルを選択。アテンションプリーズ。現在春ポーカーは激アツの状況にございます。オリプリーズ。フラドロ滑りとかでも気が狂ってチェックレイズブラフしてこいと思っていましたが、相手はこの安ベッドに対してフォールドを選択。春ポーカーはクワッズを勝。残念ながらオールインまで引き出すことはできませんでしたが、春ポーカーこの日ラストハンドで2枚使いの奇跡のクワッズを出すことができて満足です。ということで本日もサイドギャンブルに参りたいと思います。とりあえずポーカーはプラス終始。ナイス春ポーカー。はい、ということでね、2日目のポーカー実践終わりました。本日はかなり調子が良くね、3000ドル勝つことができました。ということで現在7500ドルからここに13000ドルあります。500ドルはキャッシュアウトしてるんで、およそ6000ドル勝っている状態となります。ということでね、本日サイドギャンブルでもし2000ドル一発だけ勝つことができたら、2日目にてこの企画を終了させることができます。絶対勝ちたいです。2日間で終了させたら日給50万円の男ってタイトルに書きたいと思います。ということで2日目のサイドギャンブル実践はルーレットと行きたいとこなんですけども、機械でやってたらね、せっかくラスベガス来てるのにもったいないんで、テーブルゲームでね、一発割り行こうと思います。ってことで絶対2日目で終わらせるから、お前ら見てくれよな。ということで早速ライブのルーレットに座った春ポーカー、透明の板で少し見にくいですがそこはご容赦ください。ということで春ポーカーは2000ドルを黒にベット。一瞬で30万円が動いてしまう気が狂ったギャンブルをやっていこうと思います。ということでルーレットの球はすでに投げられました。今回入るのは黒か赤かそれとも緑か。ここでカジノ撮影初の衝撃の事態が起こるので注目してください。わからなかった人のためにもう一度。ここでルーレットの球がまさかの場外に。もちろんですが今回春ポーカーがベットした黒のラウンドは不成立となり、もう一度ルーレットの球が投げられる形となりました。
おいルーレットの玉やったな。これイカサマちゃうんけ。何やら不吉な予感はしますが、黒に2000ドルベッドのまま継続したいと思います。ということで今回のルーレットが正真正銘の2000ドルをかけたギャンブルになります。さあすでにルーレットの玉は投げられました。春ポーカーは黒を見事的中させ、2日目にして100万円の収支を達成するのか。さあ頼む、黒に入れ。惜しくも赤に。1回目のルーレットの玉が跳ねてモヤモヤした春ポーカー。ここからは悔しくてただ因縁をつけるダサい春ポーカーの姿に注目してください。絶対おかしい今の。1回目弾け飛んだやつやったらブラックやったやろ。カジノやったな。はい、ということでね、衝撃のルーレット実践見ていただきましたか。あれインチキちゃうなあ。1回目カジノ金返して。はい、ってことでね、2000ドルサイドギャンブル、ルーレット一発掛けで黒にベットしたんですけども赤に入ってしまってね、サイドギャンブルはプラスマイナスゼロで、ポーカーで4000ドル勝ちかな。ってことでね、2日目で100万円を200万円にする企画終えたかったんですけども、明日につなぐことになりました。3日目の実践も絶対おもろいから見てくれよな。ということでありがとうございました。ライフイズギャンブル人生オールインチャンピー。カジノ金返してポッ。